はい、お待たせいたしました。司会が変更になりまして、私、MOKOMICHIUSA が、もこみち USA がお話、司会進行させていただきます。解説の方来ていただいています。どうぞ自己紹介をお願いします。はい、ですね、これから、シュートマニアは飛び入り参加、そして、その後のトラックマニアも連続でやらせていただきます。CTHN490 と申します。ですね、それぐらいでとりあえずいいですかね。はい。そうですね、ちょっと今からインタビュー映像が入るので、シュートマニアのゲーム説明とお願いしてもいいですか？そうですね、シュートマニアに関してはちょっと私あまり詳しくないので、解説とは言ってますけど、本当に飛び入りで、ガヤみたいな感じで入る形になりますので、あれなんですが、シュートマニアというゲームはですね、トラックマニアの、シリーズの会社を作ってるナデオが、トラックマニア2シリーズを発売しているときに、同時に発売した作品ということになっております。なので、ゲームとしては、どう言えばいいのかな、TM2 シリーズと、シュートマニアっていうのが、ゲームのプラットフォーム上、完全に同じゲーム上で動くっていうものになってまして、なので非常にそのトラックマニアコミュニティとシュートマニアコミュニティっていうのは非常に近いものとなっております。で、今回、奏者さんの SBVille さんだったと思いますが、その人はトラックマニアでもちょくちょく活動等されていたりとかしている人で、今回はおそらく彼が走るということなので、実質トラックマニアみたいな映像になるのではないかなと思っております。はい。はい、カテゴリーに関して何か説明があれば。ですね、確かハードマップショーケースというふうになっていたと思いますので、はい。要は、普段ですね、SB バイルさんっていうのが、配信とかでシュートマニアされている時も、そのタイムアタックするようなモードで、ゴールするのが難しいマップを行くっていうようなことをやってまして、おそらくそういうことなのかなと思います。はい。そうですね。今、インタビューが進んでいますので、少しゲーム始まる前に時間かかるかなと思いますが、じゃあ、ちょっと、はい。ビット4の話とかした方がいいですかね、トラックマニアに関連した。トラックマニアのはトラックマニアのって毎日時間あるんで、はい。そうですね。ボーナスのロケットリーグがって書いてます。言っていただいてますね。はい、ではですね、せっかくなので時間があるので、このイベントの概要についてちょっとお話しさせていただきます。はい、現在、ジャパニーズリストリームではオンライン RTA イベント、オーサムゲームズクイックの様子を公認で日本語ミラー配信しております。オーサムゲームズクイックは、ゲームズクイックの Twitch チャンネルで行われるプリメントキャンサーファウンデーションを支援するためのオンラインチャリティ RTA イベントです。今回のイベントの寄付先である、プリベントキャンサーファウンデーションはアメリカに本拠地を置く慈善団体で、がんの早期発見と予防を通じてあらゆる人々の命を救うことを使命としております。寄付と関連して特定のゲームには高難易度への変更やエンディングの選択等が予定されており、各項目ごとに設定された目標寄付金額を達成した際に行われます。また、寄付金額を表に見立てたビット王によってキャラクター名や選択肢などが決定されることもあります。寄額に関する報酬は URL がそのうち出るかなと思いますが、そちらからご確認いただきます。直接の寄付はカードによってはできないこともあるようですが、一度チャレンジしてみてください。イベント自体は16日のお昼まで、24時間中は問わず、開催されておりますので、ぜひね、お手すきのタイミング、ご覧いただければと思います。はい、という形で今回のイベントの、宣伝でした。はい、ありがとうございます。はい。As far as speedrunning goes, it's mostly no boost maps. So あ、 we're 間違った。 the integral part of はい。Rocket League is you have boost, you can fly through the air. Well, a lot of the parkour で maps, はですね、the rule is you can't 10 use 月 boost, so の you're 配 just 信中 jumping で and すね。flipping off walls, platforms, trying to maintain as much シュ speed ー as ト you マ can ニア without using any boost at all. And と it's トラックマニア、pretty 同じ時期というこ intense. とです So が、いつ that's 頃 my の specialty.
ゲームになるんですかね。すみません、ちょっと販売日とかはちょっと、細かくは記録してないんですが、確かも結構前だったとは思うんですよね。2015年とかですかね。ちょっと、あんまりちょっとこの情報は、すみません、準備しなかったです。スチームの方では一応2013年のゲームということなので、9年ぐらい前のゲームってことですね。2013年4月10日と書かれてますね。もう9年前ですか。そうですね。今、そうですね、スチームでって言いましたけど、スチームの方で、現在も販売されているゲームで非常に好評ということなので、ぜひね、このゲーム、RTA のイベント見ていただいて、ぜひね、ご購入を、はい、お願いいたします。ショーケースということなので、今まであった時間を早くクリアするとかっていうよりかは、おそらくですね、テクニックとかを見ていただくような流れになるのかなと思います。そうですね、この2つ、トラックマニアの方はすでに創作さんともね、連絡してるんですけど、おそらく2つともそういう形になるんじゃないかなと思います。はい。今、カッチリ届きそうって、トラックマニアの話題のコメントがね、来てますね。なるほど。はい。ビットボーで2万ドルいったらなんか増えますよっていうのがあるので、皆さん、見たかったらぜひね、募金の方を世の中に尽くしていただければなと思います。なんか言い方悪いな。そうですね、なかなかね、寄付ということになるので、住んでいる地域であったり、カードによったりで、できたりできなかったりっていうのがあるんですけどね、ぜひ一度試していただくといいかなと思います。ビットオーとかですとね、ゲームに出る、キャラクターの名前とかを、こちらのお願いした名前で入力していただいたりできるので、楽しく参加いただけると思いますし、それが、がんの早期発見とかに使われるお金となりますので、ぜひ、そうですね、ビットを直接参加できなくてもですね、間接的に T シャツ、UT であったり、ファンゲーマーの T シャツであったり、ピンズであったりとかを買っていただくとね、そのお金もちゃんと寄付に回りますので、ぜひ、購入いただければなと思います。要もさっさまでぶん殴っていこうなっていういい言葉がありますけど。そうですね。はい。そうですね。ぜひね、苦しんでおられる方は救うというところもあるかなと思いますし、これからのね、生活が、それでもし少しでも良くなる方がおられるのであれば、いいことかなと思いますので。で、あれですね。向こうの本家の配信も、トラックマニアであったり、シュートマニアが同じ方が解説されるということです。その次のボーナスゲーム、ロケットリーグも同じ方が本家の方解説されるようなので。なるほど。そうですね。私はちょっとロケットリーグは喋れないんで、他の方に。そうですね、ロケットリーグの解説はね、ロケットリーグ非常に詳しい方が解説いただけるというのがありますので。素晴らしいですね、そうですね。ロケットリーグのね、特別な解説者が来てくれるんじゃないかなと思いますので、ぜひ、見ていただければと思います。こんな感じで、後半のね、これから起こることの番宣をしていきながらね、開催を待っているという状態ですね。そうですね。セットアップがね、10分ありますんで。はい。一応ですね、本家の方でも、解説者マーク、ホスト、そうですね、ホストですね。解説というかホストですね。同じ方ですね。日本でもね、ロケットリーグ盛り上がっていくかなっていうね、流れがあるんじゃないかなというのがね。なるほど。はい。っていう言い方をさせていただくと、非常にいいかなと思いますんで、ぜひお楽しみいただければなと思います。朝の7時半ですので、お時間の許す限りでね、皆さん見ていただいて。そうですね、お仕事とかいろいろあるでしょうからね、私はね、ちょっとお昼からなので、はい。いいですね。はい。結構ですね、これから、動きの速いゲームが続いていきますので、FPS 視点であったりとかっていうのもありますのでね。そうですね、はい。
皆さん、体調とか、気持ち悪くなるというようであれば、ちょっと休憩もいただきながら、していただきながらね、楽しんでいただければと思います。言ってるうちにそろそろ始まるんじゃないかなという気がしてるんですが。そろそろ始まりますかね。まあじゃあちょっと SBVille さんのちょっとお話、まあちょっとシュートマニアの話というよりかちょっと、まあどうしてもその後のトラックマニアとのつながりの話になっちゃうんですけど、彼は、そのシュートマニアのその RTA 的なことをやっていると同時にですね、なんかそのトラックマニアの有名な配信者にトラックマニアを教わってなんかやるとか、まあこの後、まあ出てくるかもしれないそのまあカッキーと呼ばれるね、スタイルの走り方のまあトラックを作ったりとかで、まあいろいろそういうされてまして、はい。まあだからまあ自分も喋れるかなと思って今回ね喋ってるんですけど、まあ本当になんかね、いろいろこのシュートマニアのRTA タイムアタックに関して、始まりますね。動画上げられてる方なので、プレイはですね、期待してもらって大丈夫だと思います。世界トップレベルの方ですからね。はい。では今 SBVille さん登場してました。はい。company that made the ShootMania series that you might be more familiar with, and we're not going to do any PvP or tournament stuff. What the game is usually known for. We're going to play a custom game mode called Obstacle, which is kind of like the speedrunning or parkour game mode in the game. So it's an FPS game. You can think of it as like ShootMania, but you don't have a car and also you have a rocket launcher, if that makes any sense. So I chose 3 maps out of thousands of maps made by the community to showcase to you guys. We're going to start with a step-by-step, no shortcut version, which is made by Oral, Switch, and LG. まあその FPS でタイムアタックをしようみたいな、まあそういう感じの遊び方で、まあ CSGO のサーフとか、まああたりのと結構類似してることをやるんじゃないかなと思います。で、このゲームに関しては、まあちょっとあんまりそのテクニックと詳しくわからないんですけど、まあ、動画とか見ててよく見るのは、この壁に弾を当てて飛ぶっていうようなことがですね、結構、まあ、重要なテクニックとして扱われてまして、なので、まあ、シューティング力も求められるレースゲームみたいな。で、まあ、レースゲームよりも上に飛んだりジャンプしたりするね、結構複雑な動きが楽しめるんじゃないかなと思います。はい。そうですね、まあ、具体的にはスペースバーに割り当てられてるんですけど、ジャンプボタンがですね、一つのジャンプの動きだけじゃなくて、空中でジャンプすることで、前へのダッシュみたいな動きがね、できたりとかっていうようなゲームになってるんで、操作自体はかなりシンプルなんですけれども、それによって動く動作がね、はい、違うって感じですね。そして今ジャンプして壁に当てて、はい、グッドラックです。グッドラック。まあちょっと応援上映みたいな感じになってしまいますが、壁に当たってこういう風にね、当たっていって、もうちょっとね、よくわからない状態になってるんですけども。If I want to こうや sprint, って I です need to ね、 start it そ from a の glide like this. まあなぜか FPS なのにタイムアタックをするという We ね can fall down and gain some speed こ while とを we're これ falling. から行っていくという It's a bit 形 of に a なります weird ね。 mechanic, but basically we always need to start our sprints when we are in the air. It's most of what you need to know. 確かにパルクールみたいになっていうコメントありましたけど、まあ本当に多分そうだと思います。はい。So we can see the stamina on the bottom right. そうですね、奏者さんもパルクール的な操作のところを見ていただきたいというような文章を出されてましたんで。Wall jump, we can't sprint, we can't glide, so we try to keep at least a little bit all the time. Otherwise, on the bottom left side, we have rockets that we can also use. We get them right now これ on も this これ checkpoint. とも簡単にやってますけど、 Some これ rockets, some checkpoints, 冷静に考えるとわけわからないことやってますよね。壁に向かってこ This う checkpoint, for example, has no どう言えばいいんだろう、 rockets カエ at ル all. 受けりみたいな感じ We'll で get some rockets back soon ジ as we ャン get プ to してる level 感じですか 3 ね。 of step by step. そうですね And there we こういっ get to た rocket jump. ランがある FPS ではまあ One よ thing くあ about るムー ShootMania ブで rockets はあ is り that they ま are す pretty が weak. We don't gain any extra 銃を height 撃 by った doing a 時の rocket 反 jump 動 compared で to ね like a 体 wall を jump. 制御して But we do 移 gain 動するとか speed, っていう so よ we うな try to 動き do ですね。 rocket jumps as much as possible during the run. They also make up for the weak air control in the game. You can't really strafe the same way as you would in like Counter-Strike or Quake. すみません、ちょっと見入ってしまいます So ね。 we can use そうで rockets すね instead 前 to 回 push us こ along. のシュートマニアの The 直 important thing 後 about あれですね surfaces is that we QX3 アリーナのデフラグ走っておられる前回というかリストリームしたことがありますねそういったスケジュールで。which ああ、なるほど。 a little bit later.
So we need to rocket these fences. Here we get unlimited rockets, which we can use ここでは弾を使っ to て、 get through this checkpoint. ウォールライドって言っていいんですかね、これは。そうですね、なんていうんですかね、スプラッシュダメージが本来入るんですが、まあ自分の銃撃なので入らずにというか、そういうモードでね、ダメージ、このゲーム自体はダメージ入らないので、そのスプラッシュの反動で自分の行動というか、体の動きを制御しておられるって感じですね。Which gives us like extra heights for our wall jump. So we try to use those whenever we need a little bit of height. ジャンプして、これ、 Like here in とも level 簡 4. 単にやりすぎてて何がないやら。 It's pretty much the only way to 一応彼のね、スピードランの動画とかは一応ね、昨日とか見てたんですけど、 And next level we're gonna start それだけでは、 using 付け焼き場では。 bit more. So we can start doing some flicks. This is level 5. Mostly used to be a tri-wall level, but we found some optimizations. そうです like ね、 these 爆 wall 風 jump の flicks. 反動と、ちょっと僕もこのゲーム詳しいわけでもなんでもないですが、銃を撃った時の体の反動とかもあるゲームあるんで、ティームフォートレス2の前のゲームであった TFC とかであると、エンジニアの銃とかで若干反動があったりとかっていうのがあるので、そういうので空中制御したりしますね。 And now we can start combining these moves. ただね、ルート自体はSo getting ご to 自身 level で 6, we can do rocket 最短 wall ルートを jumps 想 into 定して finish. 動いておられると思いますね。なので、 Shooting, I ど don't んな really ル know ー if ト we を have 取るの rocket か game とか for っていう that ところも section. 多分プレイされている方には見どころの一つなのかなと思いますね。In any case, I mean, 具体 we 的 can. でルートが見えないというのがありますけど、本当にそうだと思いますね。Here is corner まあ jump. 自分もね、似たようなゲームでトラックマニアをやってるけど、わけがわからないので、じゃあなんでこんなことできるんだろうみたいなね。あ、ちょっと厳しそうですが、なんとか持ちこたえましたね。 Two walls instead of 3 to work with, so you need to be pretty careful with your timings and. 結構クリーンに進んで Here, る。 this blue transparent thing is called offset. 射撃テクというよりかは、今風の言葉で言うとキャラコンですね。キャラクターをいかにその狙い通りに制御するか、一瞬振り向いて銃を撃つとかっていうところが難しいところになるかなと思いますね。Okay, so getting closer to the end of step by step. So this is the no shortcut version. 自分の飛んでる方向と違う方向を一瞬だけ向いて、その方向に打つとかっていうアクションが多分非常に実際やってみるとね、テクニックが必要で、狙ったところ、なんて正確に打つとかっていうよりかは、正確に自分のキャラクターの視点を移動させるっていうところが、この手の動きで重要視されるところですね。コメントに私よりもなんか明らかにやってる人がいるんですが来ていただきたいな。日本語の解説の喋る人がいなかったら見る人がいなくなるからまずいなと思ってね、飛び入りでやってる状態なので、本当に単なる応援上映みたいな感じになっちゃってますが、これをですね、1マップ目終わりましたね。おそらく3マップほど走るのかなっていうような風に、総書さん言っておられたかなと思いますね。ですね、野生の解説さんを求めてですね、トラックマニアからは自分喋れるんですけど、壁をこうそうですね、今はいわゆるなんていうんですか、ゲームの限界まで加速するような動きをされてますね。加速パッドとかみたいなのはゲーム内のアイテムとかで、あるみたいですね。多分壁に見えてる、そうですね。Air control velocity vector and the purpose of this 以前あったデフラグとかはまさにね、これぐらいのスピードでずっと走り続けるゲームやったんで、とんでもないゲームですね、それを。で、フラグはね、ここら辺のその、なんていうんですかね、パルクールアクションというような形で昨今は言われますけど、こういったその、トリックジャンプとか、さっき言っておられたサーフマップみたいなのとかっていうような動画 YouTube にいっぱいあるんでね、ぜひ見ていただければ、チャレンジしたいなと思われる方は、参考になるかなと思います。非常に速いですね。これは、ここ多分当てないと先に進めないってことなんですよね。ジャンプがちょっとミスってリスポンが入りましたが、大きなタイムロスはなさそうですね、これ見た感じ。
right there. 壁に銃を撃っている反動だけじゃなくてですね、マウスの操作とキーボードの操作が移動操作にあって、もちろん、そのマウスの操作で視点移動するんですけど、それと合わせてキーボードでもですね、体勢の制御をしておられるので、両手を使って移動してるんですよね。なので、ものすごくシンプルに移動してるようには見えるんですけれども、実は手元はものすごく忙しく動かしておられる。っていうので、銃の反動だけじゃないところの移動、まあね、これ実際多分やって簡単そうに見えるんですけど、速いだけかなと思ってやってみたら、全くスピードすら上がらないというようなこと多分大いにあり得るかなと思いますね。若干寒くて声震えてますけど。大丈夫ですか？大丈夫ですよ。お、ガンズオンラインなんていう名前がね、ガンズなんて名前が出てくるとこう、世代がだんだんね。You beautiful people. Thank you very much, こ Mr. れ Moore. は Please 見 hydrate 入っ everybody. ちゃうな。喋らんとダメなんだけど、見入ってしまう。We've also got ourselves $25 from Cupcake Foxo. They say never thought I'd see Rocket League, one of my favorite games at this event. Super hype to see the awesome community made maps. Yes, indeed. And currently you're sitting at 30. 簡単に見えて難しいってコメントありましたけど、まずこれが簡単に見えない。Rocket League ridiculousness. Please get those donations in そう for で it. すね、さっき言ったので、一瞬だけ視界をパッて振って打ってるっていうのが、やっぱりね、ここが多分難しいとこなんですよね。今ちょっと何回か。そうですね。まさかなんとかクリアし Yeah, ま of したね。 course. Now I got $50 from Chris saying first time 皆さん donating. やってみようかなって思うとき We're は、 very happy for you Windows too. の Thank マ you ウス加 so 速を much. 切ってね、操作していただければ、 One of the gamers 少しやりやすくなるかなと思いま with す。 another $50 donation. They say simply, video games are neat. Thank you. そうですね、出だしから加速しておられますね。That is awesome. Let's get to that 1 million. 昨今の FPS はね、マウス感度を下げるっていうのが、なんていうんですかね、ムーブメントというか、低戦士と呼ばれるような操作環境が人気あったりするんですけれども、ある程度ハイ戦士にしないとこういう動きはできないので、そこら辺のマウス感度をね、自分に合ったマウス感度を探していくとかっていうのも、上達の手なのかなと思いますね。I did actually just get personal best in the 大きいマウスパッドを用意します。そうですね。あとは解像度の高いマウスを選ぶってことですね。ゲーミングマウスがレーザーマウスとかで解像度を高くしていく時代があったのは、こういう、なんていうんですかね、急激な動きをさせるとか、正確に急激な動きをさせるっていうところにね、どんな方法論があるのかってところでマウスの開発が進んでいったみたいな流れもありますので。マウスを選んでいただくときとかもね、どんなマウスなのかっていうのをちょっと、どんな持ち方のどんな感度のマウスなのかとか、どこにセンサーがついているのかとかをちょっとね、自分に合ったものを探していただくとかっていうのも、こういったゲームの楽しみの一つなのかなと思いますね。さあ、あと、ここから後半ですね。Air control in this game. これかなり苦戦されているようですが、Why is this one so hard? これはだからあれですね、どう言えばいいんだろう、壁を左右でパンパンとちゃんと打てないと先に行けないってこと A です lot ね。 of really tricky checkpoints here. But so far, 50 checkpoints done out of 70. Not looking too bad. 壁をFPS が超ロー低戦士になったのは本当に近年というか、多分ね、2010年ぐらいからの、2010年はいつか、2008年ぐらいからの流れですね。それまでは結構ハイ戦士が人気あったっていうのは時代の流れですね。それこそ今、ゲーミングなんとかとかで有名なレイザーっていうブランドとかですね、かなりハイセンスなダイヤモンドバックとかっていうマウス出しておられましたけど、その後デスアーダーとかですね。そういった時代はやっぱりね、ハイセンシマウスが流行った時代っていうのもあったんですね、実は FPS 界では。マウスの話をしている間に後半に入ってきましたが、あと13ですね。So this one is made by ロー戦士で驚いてる人がいますけど
And this map is an 適切に absolute 壁をね、 masterpiece. ちゃん Super と慕っ satisfying て to いかない play. と、スリに続かない。 Somehow a little bit relaxing. I don't 弾 know も if 当て there's ないとい something けな wrong い。 with me, but this is こ like のあたりがね、 this is super chill for me. 非常に難しいの What's で not す to like? はずなんですが、難しいはずなんですが、 Last few すごく checkpoints, 順調にいってますね。いとも簡単にいってるように見えるっていうの those, が。 yeah, a little bit too low. Some optimizations, like if you chain these checkpoints, you can skip this one wall jump here, which does make you a little bit faster, but always the risk of not having enough speed. I think there I was lacking a little bit of stamina as well. We do have some checkpoints on this map, like the next one, where we do have unlimited stamina, which refills basically our stamina, which is really nice. So you don't need to try too hard to save every single drop of で、 stamina. もうゴールの You can ゴール kind of 前 focus の on ミ going ス fast の instead. チェックポイント。これがおそらくほぼほぼラス Just トです、 two ね。 checkpoints left here. で、壁にウォールライドして、弾で粘って、 There we go, and final checkpoint. 喋れない。 Maybe a sub 8-minute time here. Yep, nicely done. And one checkpoint at a time is done. So, このシュートマニアがね、そもそも、その、アリーナ系って最近はあんまアリーナ系って言わないかな。アリーナ系って呼ばれるようなタイプのゲームなので、まあ、ハイ戦士が人気からロー戦士が人気とかっていうのに移り変わっていった時代に、こう、X3 アリーナとかですね。これが3つ目のマップですか？そうですね、おそらく最後のマップなのかなと思いますね。When this map came out, it was seen as like a great achievement to do this map in under 1 hour. So we don't have time for that. So we're gonna try to do it in under 13 minutes. もう水に落ちないように浮き続けるっていうマップ。This is known in speedrunning as a bad idea, but we'll try our best. One of the two things that the map is known for are these tactical respawns on the map. あるが、どんなことやってたか So は we're going to do 詳しく a 覚え lot てな of い。 them, just because they give us our stamina and rockets back every time. So here we can refill our stamina and rockets immediately and then continue. It's sometimes faster than to wait for the regeneration. Not always, but sometimes that is the case. The other reason why the map ブレイ is クチャンピオンとか、 nice. ちょっとヤボリカーやってるんだ。タワラさんくらいですね。 Here, this one, for example, another escalator jump shortcut saves about half a second. We go for those. So there's many of them, and not all of them save half a second. There are some that save over 10 seconds as well. I do not have marathon strats. I'm going for every single shortcut on the map as well. Hopefully I can do that. 何がショートカット But か we'll see. 今ちょっと Coming up to the first major shortcuts on the run. Checkpoint 12, the next one. So here, this is supposed to be like a fence climbing checkpoint, but we can do a pretty precise rocket wall jump pattern instead. Just barely having あ enough stamina. 壁のところを完全に無視してそのまま Okay, 次 hold のチェ on. ックポイントへ行くという葛藤をやってますが、 Alright, なんとか a little 登れ bit ま of したね。 adaptation there, but worked out in the end. So we have many of those in the future as well. The map is seen to be divided as into 5 parts. Those 5 parts are being separated by tunnels, and we're coming to the first one pretty soon. That would be a pretty good time again for donations. Nice, sounds good to me. We have Monty donating a generous $20 donation, allowing some clarification on your explanation earlier. They say for anyone who missed the explanation, ShootMania is a game where you make pew pew to go zoom zoom. 壁に当たらないようにして Also, と there's して、 another まあ、 $20 FPS incoming の for proof キャラなん of で Rose left そ face. の動かす But ため let に the 必要なボタンも非常に多 get い his hands on で it. すし、 Ooh. まあ、ジャンプとかもチェスのボタンに割り振られてますし。 Thank you, Monty. Yeah, okay. Here's the left side. I don't know if I can play the game. そうですね、まあ、シュート場ではね、結構シンプルに動かせるような People don't believe me, ゲ but ー it ム is としては there, 作 isn't ら it? れてるはず Only で on す GDQ, が、 everybody. まあ、 Catch the VOD if you missed it. や We る also ことは got 多いですね、やっ $50ぱり。 from こういっ Milton. たこれだけの This ス is a ピード very でキャラクターを動かそうと思うと。
単 Let's 純 go. に Me agree. Thank you so 文 much. 化に入力す Of る course, we 入 have 力量も多いですしね。 $500 from Stacks saying RLCS caster here. Can't wait to see these Rocket League workshops. Let's go. Yes, indeed. Let's We are go. over $4,000, 20% of the Rocket way League. there. Let's make Rocket League. Panic's Air Race happen, everybody. Thank you so much for your generosity. Having a bit of trouble with that checkpoint there. These Toga curved tachi wall jumps are hajimemashita ne. extremely difficult, but we got through it. The next checkpoint to watch out for is the next one, 3分の1 checkpoint ですね。 25. It's usually a tri-wall checkpoint, but we can do a corner jump pattern. Now this is very difficult, so let's see if I can do it. ナデオ製ゲームは大体操作自体はシンプルだけど、操作自由の方が勝つんで、いや、本当にそうだと思いますね。まあ、ナデオのゲームをね、まあ、これからまあ、喋る人間なんですが、今も喋れよって話なんですが、本当にナデオ製のゲーム、どう言えばいいんですかね、こう、一見簡単なんですよね。ただ、その、一見簡単だからこそ、上手い人間はとんでもないことをやり出すっていう。そのやっぱ狂ってる感じがやっぱりこの、まあ、トラックマニア、シュートマニアシリーズのこう面白さなんじゃないかなと思います。はい、こういうマップを作った人もいるっていうことなんで。そうですね、マップのスタイルとしては、クエイクとかで作られたジャンプマップとかにこのマップはかなり近いですね。クエイクであったり、TFC で作られたコンクマップであったりとかっていうようなスタイルにかなり近い、そのずっと空中でキャラコンし続けて、足元に落ちたら終わりだよっていうところで、いろんな方向にキャラクターを動かしていく感じのマップですね。おそらくまあそこへ対する何かしらリスペクト的なところを感じるマップの仕組みになってますね、このマップは特に。ああ、なるほど、そういうのが感じると。もう私はちょっと FPS 不勉強なんで。But then the checkpoint starts with another tunnel, which marks the end of part 2 and entrance to part 3. Now, the problem is that every time you die on this checkpoint, which is common, these jumps are not easy, every time you need to do the tunnel again, and it gets infuriating over time. Oh, we get to actually see it. から芝に乗り移るとこですが、ちょっと失敗。That honestly makes me a little bit, happy that I, 野生の解説者さんが for once, I get to experience this pain of having to do the tunnel again. But yeah, we can see, when you're doing this map for the first time, this might happen like 50 times, and it gets a little bit old. Let's see if I can get this. Nice. Okay, we are through checkpoint から 37. 芝に飛び移ってチェックポイントに入ってくるんですね。そ And し on て to 壁。 part 3. So this one is a little bit shorter. The next tunnel is just a few checkpoints away. Oops. Hopefully we can get there soon. 2回で行きますね。3回目でクリアして、ここもなんと So かでき there's ますね。で、 one thing that's happening in many ShootMania maps, which is that the checkpoints towards the end of the map gets a little bit longer. They get a little bit more difficult. That's just like a sort of a thing that the community has started doing. Here we have another escalator jump setup, this time from a corner. 奏者さんはだいたい100種類ぐらいの移動テクがあるみたいなことを解説されてましたね。Now getting to the next level. 100種類をこう状況に合わせて使い分けるっていうのは想像するとね、かなりハードなんじゃないかなというふうに思うんですが。そうですね。So kind of like checkpoint 37, there's a tunnel in the middle of the checkpoint. Now there's a difference though, because checkpoint 45 also has like an obstacle part in the beginning of the checkpoint, and then there's the tunnel, and then there's another tricky part. この3つ目のマップも後半に入ってきました。確
か、これは YouTube で彼が走ってた動画を見た記憶があるんですが、後半結構やばいポイントがたくさんあった気がするんですよね。壁をこうすり抜けていきながらとか、最後結構大変なことになった記憶があるんですが。Hopefully I can do this on first try. Looks like we're good. Nice, yeah. Disaster avoided. Alright, this would be a good time for donations once again. Absolutely, I share the sentiment. We got $25 from Gauze. They say, let's go, my Villo. You're the besto. Hey, We've also got Chris with a $50 donation, saying first time donating and happy to be a part of this. Thank you so much. And then, of course, we have Pink Triforce with $25 donated, saying what we were all thinking right now, onwards to 1 million. Yes, indeed. Thank you so much. By the way, have fun with those last 15 checkpoints, Villa. Yeah, thank you. Yeah, the mapper is very, very nice to remind us to enjoy the ride. We still have time for a few more if you want. まあ今こうやって壁を銃で撃って動いているのはまあイメージとしては FPS 例えばチームフォートレス2とかやったことある方やとね、まあ他のゲームでもですけどロケットジャンプ、ロケジャンとかって呼ばれるようなテクニックと近いものやと思ってもらったら分かりやすいかなと思いますね。今のこれですよね、ロケットの。そうですね、これ自体はまあどちらかというと、なんていうんですかね、レーザー的なビジュアルになってますけど。Very difficult. All right, we're through that one, and now we can focus on the hardest checkpoint. Coming up is the Faith Improvises Tower. そうですね、ジャンプマップとかっていうのはやっぱこういう細かい足場であったり、まあこのマップでこうさっきからよく映ってる網の裏側に向かうみたいな流れっていうのはやっぱり多くなんて用意されるマップの構造なので、テクニックが重要視されるマップがよくあるというか、非常にテクニックを必要とするような動きになりますね。ここも天井が網で押さえられてますけど、もしくは網に一発触るだけでアウトになるこのゲーム、このマップでいうとこの水みたいなやつですねが張られてて、網に触れないように細いところをイライラ棒で進んでいかないといけないとかっていうような構造がよく見られるパターンですね。これは非常に小さい足場から足場を伝っていくセクションに入りましたね。Got the second one. And got the third one. We should be through. All right, I'll take that. First try tower is a pretty good achievement. The map is not over there yet though, but we're getting closer. So checkpoint 60, again another pretty punishing checkpoint. Need to get through these jumps. There. And now final few checkpoints. Again, one that we have to do backwards. And now we're getting to the final checkpoint. And this checkpoint I want everyone to appreciate for its artistic everything. There's an invisible maze with some interesting messages from the creator. We try to remember where to go through these invisible blocks. Time is coming up right now. タイマーストップですね。グッドゲームです。ShootMania Storm obstacle for you. That's a good time. I believe this is a third place time on the map. すいません、思ったよりももう少し喋れるかなと思ったんですが、こううまく喋れませんでした。すいません。いや、やっぱりね、画面がすごい楽しい画面だったので、見入ってしまいましたね。うまかったので。やっぱこう本当にね、うまいプレイヤーの走りには言葉はいらないっていうのはありますけども、はい。GG です。皆さんありがとうございます。GG。 So feel free to connect with us if this looks like something you would enjoy playing. Thank you,
GDQ, again, there's a couple shoutouts. I want to shout out the obstacle community for everything, all of the ですね support. この後も I ね、 also want トラ to ックマ shout ニ out ア、 two この people 奏 in 者 my さんが community 走ら that れ are るってこと currently ですよ fighting ね。 cancer. いや、違う奏者さん。違う人じゃないですね。はい。なるほど。この人はまあ、このシュートマニアで有名な人なんですが、トラックマニアの配信もよくされてるっていう。やれてるってことですね。はい。 Yeah. この人がなんか開いてたなんか大会かなんかに自分も一度で確か出たことがあって、でその大会で使ってたマップがなぜか次のトラックマニアのこのショーケースの方のマップの方にも実は入ってるので、そのパートなるほど。はい。なのでちょっとつながりをね思って喋ろうとしてみたんですが。はい、じゃあThank you シュート so マ much ニア again, 終わり SBVille, ま for したので、 25次は、 minutes and トラックマニアですね、 seconds. なるんですが、その前に一旦、司会の変更等々ございますので、皆さんお待ちください。お疲れ様です。ではちょっとお Source 待ちくだ runs, さいね。 speed runners, a couple Titanfall 2 runners who want to pick up the next game. I think you may have just found it. We got some incredible donations that occurred during that run. We have $1,000 from Cash App, who dropped that sub bomb before the ShootMania run, and they say simply, Toyboat, 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 Toyboat. That's a lot of toy boats. Thank you so much, Cash App. We've also got Mafia the Great with a $250 donation. They say each year I come back to GDQ to see even greater heights reached. This year has already proven its potential in the charitable actions of so many, and we're still so early in the week. Here's for hoping for incredible success for charity and fantastic results with the runners. Definitely. Thank you so much, Mafia the Great. And we've also got Apple Mac with their $50 donation saying, here's $50 to a new donation record. And we're already at nearly $945,000 already. Well and away, a gold split for the event for this donation total. We're talking about like platinum splits, iridium splits, antimatter splits, unobtainium splits. It's amazing. Thank you so much, everyone. Let's keep it rolling, everybody. Just want to let you know the Games Done Quick is proudly sponsored by Dongen Entertainment. Dongen Entertainment is a publishing company striving to share amazing indie games with the world. We help indie developers publish their games on PC, Xbox, Nintendo Switch, PlayStation, and more. And we are proud to feature a growing catalog of over 25 games spanning a wide variety of genres. Find out more at dongenentertainment.com.